あの事件から25年。娘は生きる力を与え続けています。その桜は1997年3月16日に起きた神戸児童連続殺傷事件でわずか10歳で命を閉じた私の娘山下彩花を忍んで食事をしてくださいました。皆さんの中には気づいた人がいるかもしれませんが、実は桜の木の前のプレートには彩花からのメッセージが刻まれています。ずっとそばにいるよ、姿は見えなくても彩花と書かれています。山下健二さん、娘彩花ちゃんを亡くして25年になります。もう彩花の顔じゃなかったよね。もう今もうこきにあったね。残ってる。もう本当に思い出すと辛いね。光景は本当に。仕事で遅くなってもいつも寝ないで待っていました。事件までずっと寝るのは一緒にね、そう寝てましたからね。あの子は必ず、あの子は僕の耳がないと寝れない子だったんで、耳を触るんです、あの子。娘が残してくれた書き初め、事件に巻き込まれる直前に書いたものです。その出来事が起きたのは1997年3月16日。手を洗う場所を知りませんかと男から尋ねられました。小学校にならありますよと案内している途中、お礼を言いたいのでこちらを向いてくださいと言われ、ハンマーで殴られたのです。2ヶ月後、今度は11歳の長谷淳君が犠牲に。遺体の一部が中学校の正門に置かれていました。榊原生徒と名乗り、新聞社に挑戦状と犯行声明文を送ったのは、座ってくれ、前。被疑者は神戸市須磨区居住の中学3年生 A 少年、男性14歳です。加害者は少年。年齢以外の情報は全て閉ざされました。本当よくぞ生きてきたなって。10年って一口で言うけれどもね、365×10 で3600ね、50日成人式にね、友達と一緒に行ってたやろなと思うと、やっぱり1月15日は切なかった。すごく寂しかった。苦しみに追い打ちをかけたのは法律の壁でした。少年法により遺族でさえ得られる情報は限られていました。6年5ヶ月後、少年院を仮退院し保護観察を終えると、法律上は罪を償ったことに。情報がないっていうのはね、辛いですね。A からは年に一度弁護士を通して手紙が遺族のもとに届けられていました。罪を償うっていうのは書かれてるけど、すごく抽象的でしょ。それってどうですか。逃げようとするかもしれないけど、でも絶対逃げては欲しくない、逃げてはいけないと思う。ところが A は突然そのつながりを自ら断ちました。手記を出版したのです。ペンネームは元少年 A。 遺族に対して事前の連絡はありませんでした。自分の言葉で自分の思いを語りたい。もう一人の被害者、長谷淳君の父、守さん。突然の出版に激しい憤りを感じました。中身は見てませんけども、結局犯罪のことを、事細やかに書いてあるのだろうというふうに思いますから、最初に本当に彼に殺されて、今度にまた怪我されてしまった。
ふうに思ってしまいますので。山下さんも一方的な出版に失望。 A から届いていた手紙は全て破り捨てました。その後 A からの手紙は途絶えました。保護観察中、ある男性の下で生活をしていた当時22歳の A。 ご飯を食べるのはね、この部屋でやってました。仕事っていうのはしていたんでしょうか？うちの職場は調理の関係のところをやってましたので、そこで余り物があると僕のところへ「どう?」とか言ってて「うまいな、あんたもこんなの作んの?」とかね。8ヶ月後 A は一人暮らしを始めました。その頃から男性は A と連絡が取れなくなりました。小学4年生の時、彩香ちゃんがお父さんと一緒に作ったオルゴール。夏休みの作品ですごくみんなから可愛い可愛い言ってもらったって喜んで帰ってきてね。でも遺品になるの思わなかったわ。事件から10年、山下さん夫妻は長野の中学校を訪ねました。神戸少年事件で亡くなられた山下彩香さんのお話を聞きました。彩香さんが好きな星に願いをを演奏したいと思います。兆し、そう兆しです。この漢字に真如をつけます。で、逃げるという文字と今度は真如を外して手辺をつけます。挑むですよね。挑戦するの挑という字です。よく似ていますが180度違う結果を招きます。目の前に大きな悩みが起きてきた時に逃げるのか挑むのか、それによって結果は180度違ってきます。私たちは逃げることをせずに前に前に倒れても倒れても進んできました。母京子さん、5年前乳がんで亡くなりました。困難に挑み続けた人生でした。気丈な人ですからね、この人ってほんまに。がんと戦いながら講演活動やって命の大切さを訴えていった。早くがね、この生きる力っていうんですか、言葉を残したって勇気を与えること。山下さんは地域で少年野球の指導者をしています。事件の後も25年続けてきました。貸してくれよ。まあこれが今の自分の生きがいじゃないですかね。それがあるから自分もこうやって子供たちがああいうふうに育っていくことを見ていくのも大事だし、だから健全な子供を作るということがね、野球を通して悪いことできないですよ。こういうこと一生懸命やってたら。取材の中で弁護士のもとに A が遺族に宛てた手紙があることを知りました。山下さんはご覧になったんでしたっけ、これ。私前これ見てない。見てないですよ、それ。僕が見るのはまあ別に。そうしてほしいな、その方が。そう思ってたらなんですよ。A が両親経由で弁護士に託した手紙。娘と最後に交わしたやり取りについて少しでも情報がないか。手紙は印刷された文字で10枚。でも本当にこの子ってほんまにかわいそうな子やな。だからこの本を出したことによってこの子自体ももう失うもの全て失ったって感じが書いてる。彩香の目ですかね。それを忘れることができないって書いてます。ね。本を出版した後に遺族に宛てたものでした。我が子が事件に遭った時の痛みや苦しみ、親として知らなければならないと思っています。
本人はもうその時分からなくなっていたかも分からないけど、多分分からなくなってるやと思う。何回も叩かれたと、本当に来たかったやろうと思う。それを思うとね、めっちゃ悔しい。手紙は今年も届きませんでした。原点に帰らなきゃいけない。もう一回彩香ちゃん、純君のことをもっと考えなきゃいけない。申し訳ないという気持ちになるんであれば、そこにもう一回戻って再度手紙を書き続けるっていう、自分の誠意を見せていくっていうことが必要じゃないかなと僕は思う。この25年生きてきた道のりにはいつも娘の笑顔がありました。今年も彩香桜が見守ります。母京子さんも一緒に。一段と華やかさを感じますよね。力強いね、やっぱり。